こちらでは、女子高校生、綾子の恋愛を描いた短編小説を朗読します。お楽しみいただけたら幸いです。それでは、朗読を始めます。タイトル、心に灯る小さな登山日和。春の風が登山口の木々を軽やかに揺らしていた。和田綾子は小さく息を吐いて、登山靴の紐をキュッと締め直す。愛知県犬山市、菅生山。標高273メートルの、ちょっとした丘のような山。登山というより、愛子にとっては散歩の延長だった。一人で来て、黙々と登って、誰にも気を使わずに降りてくる。そんな静かな時間が好きだった。けれど、今日は少しだけ違っていた。こんにちは。君が、和田さんの娘さん？明るい声に、思わず肩がピクリと跳ねた。振り向くと、見知らぬけれど、どこか安心感のある青年が立っていた。黒のキャップにグレーのパーカー。リュックを片手に、軽く微笑んでいる。高橋宏斗です。父から聞いてて、今日はよろしくお願いします。実は数日前、父の山仲間同士の会話で、息子が軽く登ってみたいらしくてさ。なら、菅生さんがちょうどいいよ。うちの娘もよく言ってるし。と話がまとまり、気づけば綾子が案内役を任されていたのだった。まさか、本当に二人きりになるなんて思ってもみなかったけれど。和田綾子です。よろしく。自分の声がかすれて聞こえる。男子とこんな風に1対1で話すのは、多分初めてだった。じゃあ、登ろうか。案内、よろしくね。彼のテンポに、少し戸惑いながらも、愛子はうなずいて歩き出す。春の参道には、つくしやすみれ、小さな芽吹きが顔を出していた。自然の中にいると、気持ちが少しずつほぐれていく気がする。この山、よく来るの？とヒロト。家から近いし、登りやすいから、よく一人で登山か。なんかかっこいいな。俺は今日が初めて。山って、こんなに静かなんだね。だから好き。私、人と話すのって、ちょっと、苦手だから。言ってから、しまった、と思った。正直すぎたかもしれない。でも、ヒロトはふっと笑って言った。俺も似たようなとこあるよ。友達と一緒にいると、気を使いすぎて疲れちゃう時あるし。思いがけない共感に、愛子の胸に小さな火が灯る。自分と同じような感覚を、彼も持っているのかもしれない。そう思ったら、不思議と足取りが軽くなった。歩きながらコツコツと会話が続く。好きな音楽、学校の話、将来のこと。たまに黙っても、不思議と気まずくならない。ねえ、綾子ちゃん。その声に、心臓が跳ねた。下の名前で呼ばれるなんて、思っていなかった。ごめん。なんか急に呼んでみたくなって。変かな？別にいいけど。顔が熱くなる。恥ずかしくて、少しだけ前を歩いた。足元の落ち葉を踏む音だけが耳に残る。やがて、山頂にたどり着く。展望台からは、犬山の街が広がっていた。市街地の向こうに、犬山城はポツンと姿を見せ、さらにその先には、かすかに鈴鹿山脈の稜線が霞んでいた。すごい。これは絶景だな。ヒロトがぽつりとつぶやく。綾子はその隣に立ち、静かにうなずいた。誰かと一緒に山の上に立つのは、初めてだった。景色はいつもと同じはずなのに、なぜか今日は違って見えた。この景色、一人で見るより、今日の方が好きかも。口に出してから、しまった、と思った。自分でも、どうしてそんなことを言ってしまったのかわからない。ただ、愛子のつぶやきに、ヒルトは優しく微笑んだ。俺も、愛子ちゃんと一緒だったからかも。風が吹いた。木々がざわざわと揺れ、春の匂いが鼻先をかすめる。下山の途中、愛子は勇気を出して話した。私、男子と登るの、今日が初めてだったの。うまく話せなくて、ごめんね。いや、全然。むしろ、俺こそ楽しかったよ。また一緒に来れたら、嬉しいな。その一言に、胸が温かくなる。なぜか、ほっとしている自分がいた。
私も、登山口に戻った頃には、午後の光が街に斜めに差し込んでいた。二人で軽く手を振り合って別れようとした。その時。ねえ、彩子ちゃん。今度さ、犬山城下町、一緒に歩かない？カフェとか食べ歩きとかさ。唐突な誘いに、彩子の思考が止まる。え？それってデート？心臓が暴れるように脈打つ。気づけば、口が勝手に動いていた。ごめん。山ならいいけど、それ以外はちょっと。言ってから後悔した。違う。そうじゃない。そういう意味じゃないのに。そっか。変に誘ってごめん。ヒロトの顔に、ほんの少しだけ残念そうな色が浮かぶ。その表情が、彩子の胸を締め付けた。違うの。山なら、また一緒に行きたいし、カフェも、後なら。うまく言えない。でも、気持ちは本当だった。顔が熱くて、下を向いてしまう。そっか、ありがとう。彼の声が優しい。彩子は顔を上げられなかったけれど、その優しさが胸に染みた。じゃあさ、連絡先、聞いてもいい？また一緒に登るなら必要でしょ。うん。リュックからスマホを取り出す彩子の胸には、小さな明かりが灯っていた。それはまだ恋と呼ぶには淡いものかもしれない。けれど確かに、彼女の心に灯った一歩だった。スマホを向かい合わせる二人の間を、春風がそっと暖かく吹き抜けていった。さて、今回はですね、お預かりした短編小説「心に灯る小さな登山日和」この抜粋を一緒に見ていきたいと思います。高校生の綾子が、お父さんの紹介でヒロトっていう青年と愛知県の津川山でしたっけ？津川山ですね。はい。標高も273メートルと比較的登りやすい山です。そこで出会うと。そうなんです。普段は一人で静かに登るのが好きな綾子にとっては予期せぬ、同行者との登山になるわけですね。この状況がどう転がるのかっていうのがまず興味深いですよね。まさに。で、今回はこの短い物語の中に描かれる2人のちょっとぎこちないけどでも温かい感じのする交流、特にその綾子の気持ちの変化ですね、そのあたりを、じっくり見ていきたいなと。まずどういう状況だったかからですが、綾子としては一人で来て黙々と登って誰にも気を使わずに下りてくる、これが理想だった。それが彼女のスタイル。そこにお父さんの山仲間つながりっていう形でヒロトとのハイキングがセットされちゃうわけですよね。そうですね。この案内役を任されたっていうちょっと受け身な感じが最初の緊張感につながってる。ヒロトの明るい第一声、こんにちは、君が和田さんの娘さんっていうのと好対奏ですよね。最初声がかすれるくらい緊張してましたもんね、綾子。でもここで転機が訪れます。彼女が人と話すのが苦手なんですって打ち明けた時に、ヒロトが俺も似たようなとこあるよって返す。この一言なんかすごく大きい気がするんですが、どうでしょう？これは非常に大きいですね。ポイントは単に分かるよっていう同情じゃなくて、俺もって自分も開示してるところ。これでなんていうか2人の間に不意に対等な空気が生まれた。なるほど、対等性。それが綾子の警戒心を解く鍵になったんじゃないかなと。自分だけじゃないんだっていうその安心感が後の例えば好きな音楽の話とか学校の話とか、そういう自然な会話につながっていくそのきっかけになった重要な言葉ですね。確かにそれで少しずつ距離が縮まっていく。でもう一つ関係性がぐっと進む感じがするのが、ヒロトが不意に綾子ちゃんって下の名前で呼ぶシーン。綾子顔がカーッと熱くなるほど動揺する。この反応はこれもう綾子自身が2人の間の心理的な距離がぐっと縮まったってことをはっきりと意識しちゃった瞬間でしょうね。ヒロトに深い意味があったかはわからないですけど、綾子にとっては予想してなかった親密さの表れで、それが動揺を引き起こした。無自覚だったものが急に自覚されたみたいな。なるほど、意識してしまったと。そして山頂に着きます。犬山の町とか犬山城を見下ろす景色。ここで綾子が思わず、この景色
一人で見るより今日の方が好きかもって口にする。これはもう大きな変化ですよね。ええ、これは大きいですね。いつも見ているはずの景色が誰かと一緒にいることで違って見える。孤独であることの安心感みたいなものよりも、共有することで生まれるポジティブな感情を彼女が多分初めてちゃんと言葉にした。ヒロトという存在がその景色に新しい意味を与えたということでしょうね。そこにヒロトが俺も綾子ちゃんと一緒だったからかもって返す。ええ、これでその感情が一方通行じゃないってことが確認されるわけです。2人のつながりがより確実なものになった瞬間ですね。ただいい雰囲気だったのに下山でまたちょっと波乱が。ヒロトがまた一緒に来れたら嬉しいなって言った後、今度さ犬山城下町一緒に歩かないって誘いますよね。ああ、来ましたね。これはもう明らかに山登りっていう枠を超えた誘いだと綾子は感じ取った。そうですね。だからこそのパニック的な反応。山ならいいんですけどそれ以外はちょっとっていう、思わず出ちゃったみたいな。反射的な拒絶。彼女のその対人関係でのガードの硬さというか壁の厚さが出ちゃった。でもすぐに後悔して、いや山ならまた一緒に行きたいし、カフェもその山登りの後とかならみたいに言い直す。このあたふたした感じ、すごく不器用ですけど、拒絶したい自分と、でもこのつながりは失いたくない自分との間で激しく揺れてるのが分かりますよね。ここでヒロトの対応がまたいいんですよね。そうなんですよ。綾子のその葛藤をちゃんと察して、じゃあさ連絡先聞いてもいい？また一緒に登るなら必要でしょって、あくまでまた山に登るためっていう理由付けをする。まさにこの山登りっていう口実が綾子にとってはなんというかプライドを保ちつつ、でも関係は次につなげられるっていう絶妙な落としどころになった。逃げ道を作ってあげた感じですね。この配慮がなかったら、せっかく綾子の心に灯ったその小さな明かりみたいなものがまたシュッと消えてたかもしれない。うまいですよね、ヒロトも。いやー本当ですね。というわけで今回はこの心に灯る小さな登山日和の抜粋から、内気な綾子がヒロトっていう予期せぬ出会いによってほんのちょっとだけ人とのつながりに前向きになっていく、そのすごく繊細でも確かな心の動きを一緒に見てきました。一人でいることの心地よさみたいなものから、誰かといることの温かさへ。本当に小さな一歩ですけど、彼女にとってはすごく大きな変化のその始まりが描かれていましたね。でこの綾子の体験を見ててふと思ったんですけどね、あなたにとって自分の殻みたいなものを少し破るきっかけになったような、そんなささやかだけど忘れられない出会いとか出来事って何かありますか？ちょっとそんなことを考えてみるのも面白いかもしれないですね。最後まで聞いていただきありがとうございます。綾子のプロフィールはこちらです。趣味はケイトさん、16歳の高校生です。彼女のショートアニメ動画とイラストギャラリーを YouTube で配信しています。またイラストデータをグッズサイトつづりで配信しています。ぜひ概要欄のリンクからお越しください。こちらでも楽しんでいただけたら嬉しいです。最後にこの動画にもいいねやフォローをして応援してもらえたらすごく嬉しいです。よろしくお願いします。